突然です。読了です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないこと、それから食べちゃいけないものの話なんかをしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。と言いつつね、食べちゃいけないものの話なんか一度もしておりませんよ。で昨日は一日中ロケをしておりまして、一昨日はロケというか収録をしておったので、なかなかね更新が滞っちゃいまして、おりましたが、今日からはまた、やっていけるのかな、ということで、今日お話ししたいのは、これです。たゆたえども沈まず、これね、原田マハさんのゴッホのことを書いた小説ですね。これがね、史実をもとに脚色した完全なフィクションではあるんですが、それがとてもですわな。すごく本当なんて言ったらいいのかな、本当のこともありつつ脚色してこうだったらいいなみたいなね、もしかしたらこうだったんじゃないのかなっていう部分に触れつつみたいなゴッホの生涯と何でした、画商の話、テオと林さんの画書何でしたっけ。もうすぐ出てこないわ。ヨーロッパに浮世絵を広めたと言われておる画商のね、林さんのが出てきて、実はそこにゴッホも足を運んだんではないのかね。ゴッホ日本好きで、浮世絵の模写みたいな絵もねあるということで、だからそこに接点がゼロだったんじゃないだろうね。こういう感じでこう触れ合っていたりしたら、すれ違っていたりしたらいいなっていうのが、非常に面白い物語として書かれておりまして、いやー素晴らしいね。帯をね、誰が書いてると思います？帯文読みましょうね。この本と旅をしました。そこには会えるはずのないゴッホがいましたと、ね。誰が帯文書いたと思います？これね、ウィッシュじゃないですね。北川景子さんがね帯文書いてたんですね。続々重版15万部突破ね。これいつ出たんかな。初版は令和2年の4月10日ですわ。だから去年ですね。僕はこのたゆたえども沈まずの前にゴッホの何でした、ゴッホの手紙のこのたゆたえども沈まずの解説本みたいなやつを先に読んじゃって、それ読んじゃったらもうこっち読まなしょうがないだろうってことで買って読んだんですけど、本当に面白かったですね。でちゃんとした何ですかね、これはフィクションですよと解説でね、架空の人物が出てきていきなりね、それがほぼ主人公というかテオと話を進めていくんですけど、なので、あれですよみたいなことはあるんです。史実ねではないですけどもっていう話から入っていくんですが、あまりにもなんていうんですかね、
こうリアルな描写が多いので、あれこれ本当のことなのか、フィクション物語なのかっていうのがところどころ分からなくなってしまい、これをね読んだ後こうねゴッホの話になった時にこうだったよみたいな話になった時に、この記憶とねうやむやになってどれが真実だったのかね、ちょっと判断つかなくなってしまうのはちょっと危険ではありますが、しかし面白かったです。んで解説でなんて読むのこれ、国分寺司さんっていうんですかねがこの方はあれですね、歴史家ですわ。の方がちゃんとこう解説を書いてってね、確かにこうフランス時代とパリ時代のゴッホってテオと一緒に住んでたんで、一緒に住んでたんで手紙を書いてないと、テオ宛てにね。なので記録がなかなか残っていないと。でアルルに行ってからとか、テオと離れて住んでる時には頻繁にこう手紙のやり取りをしていたので、もう本当に何だったら昨日何食べたかなんてところから細かくこう記載されていて、しかもその手紙がほぼ残っているので、なんていうんですかね、事実に当たるというか、どう過ごしていたのか、どんな絵を描いていたのかみたいなことは全部残っているんですが、そのテオと一緒に住んでたパリ時代のことはさすがにね、一緒に住んでるのに手紙が大量に残っていたみたいなことがないので、そこが長年というかね、今もずっとゴッホの空白の時間ねであると言われているんですが、そこに、出てきたのがね、その物語の中で登場人物が足されてね、っていうところから始まるんで、これがね本当に面白かったですね。ぜひ本当にね映画化とかしてもいいんじゃないかな。なかなか難しいか。どうなんだろうね。ゴッホのね映画が何本かあるんですけど、Amazon プライムにも Netflix にもね上がってないんですよね。これが好きで見たいんですけども上がってないんですよ。どうにかしてくれませんかね。と思いながらね、しかしね面白かった。ただねやっぱゴッホがね当時はこう強靭扱いされていたりね、いわゆる画壇と言われる印象派のねちょっと前の時代からなんで、なんていうんですか、肖像があるじゃないですか。ナポレオンとかこういかにも重厚な音楽室に飾ってあるような肖像画ですよ。あんな感じの絵じゃないとね、あとは何ですか、天使がいたりとか宗教画っぽい絵、ああいう絵じゃないと画家として認められない時代にね、こうなんていうんですか、いわゆる印象派と言われるのが出てきて、そこにも属さないというかね、それよりももっと新しい表現をって言って描いてたゴッホの映画をね、これは素晴らしい、このじゃがいもはないね、モチーフからして素晴らしいとか、僕はひまわりとかああいう絵よりも糸杉の絵にやられちゃったんですよね。それはもうごく最近見てね、もう本当に晩年も晩年ですよ。糸杉が素晴らしい。このモチーフはね、この小説の中にもそういった言葉で出てくるんですけども、こう面白い対象としてゴッホは捉えて、何枚か絵を描いてるんですけど、糸杉の絵が本当素晴らしくてね、本当にひまわりだけじゃなくて、いい絵がいっぱいあるんですよね。でそんなゴッホの気持ち、誰にも理解されないでこう自己承認欲求と、しかし俺の絵なんか誰にもわかるはずがないみたいな状態
ね。なんか似てるなって思うんすよね。こう承認ね、誰に、誰というか、まあね、ほぼ皆さん承認欲求あるですね。認めてもらいたい、みたいなのでインスタに投稿したりつぶやいてみたり YouTube に投稿したりしておりますが、しかし俺のことなんか誰にもわかるはずがないっていう気持ちもあると。そのね、同じ天秤に乗せる必要はないんですが、同じ天秤に乗せた時に認めてもらいたいけども、俺のことなんかわかんないだろっていうのが勝っちゃってるというかね、その辺がこう人間らしいというかね、ゴッホとか僕の YouTube もそうですよね。なんかこうね、認めてもらいたい、しかしね、誰にも理解されないだろうというか、ね、俺のことなんか理解されないだろうと言ってわざとこうめちゃくちゃなことをするみたいな、でそういったところに憧れみたいなのはありますよね。本当にいやいい本というか、もっとね、こういった小説もいいんですが、その本当にゴッホの生涯をね、もっとあの辺やっぱ耳切り事件とかね、やっぱ面白いっすよ。面白いって言っちゃってね、いいのかどうかっていうのはあれですけどね、すごい自傷行為だみたいに思われてるんですけど、実はそんなにね、耳を根こそぎ落としたわけではなくて、耳たぶのをちょこっと切ったぐらいでしかなかったんですけどね。まあそれを切れ端を娼婦に持っていくっていうところがやっぱりゴッホですよね。本当にその承認欲求と、でも誰にも俺のことなんか理解できないだろうっていう行動をしてしまうっていうのが、いや、それが一番ゴッホの魅力なんじゃないかなって思いますね。というのを思いました。原田マハさんのたゆたえども沈まずね、これどこですか、幻冬舎文庫から出ておりますから、これは本当に面白いですね。春にはね、松竹の100周年の映画の原作も原田マハさんがしておるというので、ね、そちらもちょっと楽しみですよね。非常に好きな作家さんでありますね。ということで今日はたゆたえども沈まずのお話でした。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。